皆さんこんにちは。日本語ジャムのあやのです。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の方に向けて自然な日本語で話しています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。私はインスタグラムやスレッズなども更新していますので、ぜひ他の SNS もフォローお願いいたします。では今日はですね、この前私の家であった小さな事件についてお話ししたいと思います。私は家族と一緒に住んでいるんですが、この前祖母がお風呂に入っていたんですね。そしたら祖母が途中でお風呂から急に出てきて私のことを呼ぶんですよ。だから何かなと思ってお風呂に行ったんですね。そしたらお風呂の中になんとヤモリがいたんです。ヤモリは英語でなんて言うんですかね。ゲッコーとか言うのかな。トカゲみたいな見た目の生き物ですね。それがお風呂の壁にいてペタッと張り付いていたんですね。それで私は爬虫類が結構好きなのでちょっと感動してしまって普通に手で捕まえたんですね。尻尾のところを持って捕まえたんですよ。で、そんなヤモリを見るのは珍しいのでリビングにいた母に見せようと思って持って行ったんですね。で、その後すぐに逃がそうと思ったんですよ。母に見せて逃がしてあげようって思っていたんですけど、母に見て見てってこう見せている時に、なんと尻尾が切れて逃げてしまったんですよ。トカゲとかって何か敵が来た時に尻尾を切って逃げるじゃないですか。それが起きたんですよね。まさか本当にブチって尻尾が切れると思わなかったのでびっくりしました。それからもう大変でしたね。母親はトカゲとかヤモリとかは大嫌いなのですごく叫びまくってて、しかもリビングルームだったのでソファーがあるんですよ。で、そのソファーの下にヤモリが隠れてしまったんです。なかなか出てこなくて2人でソファーを持ち上げたり動かしたりしてもうすぐで捕まりそうっていうところでいつも逃げられてしまったんですね。でも全然捕まえることができなくてどうしようどうしようって言ってたんですよ。で、その時間がもう夜の10時ぐらいだったんですよね。2人で一緒にああでもないこうでもないって言ってソファーを頑張って持ち上げてっていうのを何回も繰り返していました。それで2人だと大変だったし無理だなって思ったので父親を呼んだんですね。で、多分父はもう寝ていたのかな、それか寝る前でテレビを見ていたと思うんですけど、ちょっと怒りながらリビングに来たんですよ。何やってんだよこんな時間にみたいな感じで結構怒ってたんですよ。呆れてるという感じですかね。で、仕方なく父はヤモリを捕まえるのに参加をしてくれたんですけど、私は iPhone のライトを使ってソファーの下を照らしてヤモリを見つける係になったんですね。で、母親はヤモリが出てくるところを見つける係。父はヤモリが出てきたらモップで捕まえるっていう係になって、もう3人体制で小さいヤモリを相手に戦ったんですね。ようやくソファーの下から出てきた、ちょっと手が見えるって思ってもすぐにまた逃げてしまうんですよ。ヤモリもすばしっこいので捕まえるのが本当に大変でした。右に行ったと思ったら左に行くし、ソファーの足の部分の後ろにすぐに隠れてしまったりするので本当に大変でした。何分ぐらいだったかな、10分は行ってないかなって思いたいんですけど、5分ぐらい経ってようやくヤモリがソファーの下から出てきて、それを父がモップで捕まえてようやくミッション完了しました。それから父がなんとか玄関までそのヤモリを持って行って逃がして終わったんですね。いや、もう本当に良かった。父が怒りながらも手伝ってくれたので本当にありがたかったなって思ってるんですけど、最後の最後までマジで何やってんだよみたいな感じだったんですね。で、私も罪悪感を感じて軽い気持ちでそんなねヤモリを家の中に持ってきてしまったので申し訳ないなって思っていたんですけど、なんかそんな風に母とか父となんて言うんですかね、その何かのために一緒にやるみたいなことが久しぶりだったので、しかも
こんな小さい生き物に必死になっている大人3人っていうのを考えたら面白くなってしまって、母と一緒に目を合わせて笑ってしまいました。今考えると本当にバカなことをしたなって思うんですけど、私としてはちょっとおかしい話、面白い話として覚えています。多分このポッドキャストを父に聞かれたらまた怒られてしまうかなと思うんですけど、私にとっては結構面白い話だなと思っています。皆さんの家でもこんな小さいハプニングとかありますでしょうか？ぜひコメントで最近起きた面白かった話とかハプニングとかあったらぜひ教えてください。そして最初にお伝えしましたが、私はインスタグラムとスレッズでも日本語のクイズや文化について発信しています。よかったらフォローして最新のエピソードや投稿もチェックしてみてください。それから私はディスコードでコミュニティを作りました。まだまだメンバーを募集しておりますので、ぜひ参加をお待ちしています。日本語で自己紹介をしたり、日本語についての質問をできるような場所になっています。リンクは概要欄に貼ってあるので、ぜひ気軽に参加してみてください。では、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。